こんにちは。基本のヨガのかすみです。前回、もうすぐ桜が咲くので、桜の下でお花見ヨガ、また今年もやろうかなって言ってたんですけど、本当に今年の春は桜の時期は雨が多くて、ほとんど毎日雨だったんですよ。それでね、その日だけ一日晴れたとしても、下が雨で濡れていると、もうマットとか敷けないので、なんとね、今年は一回もできませんでした。本当に残念。もし楽しみにしてくださっていた方いらしたらごめんなさい。日本の桜綺麗だから見せたかったんですけど。I'd love to show you all Japanese beautiful sakura.That yoga with sakura scenery that unfortunately in this year every day in sakura season every day it was raining so I'm not able to do yoga. I'm sorry with that. So 今日は股関節にフォーカスしたヨガ。毎日やるといいなと思っているものをいくつか紹介していきます。一緒にやっていきましょう。では、よろしくお願いします。股関節って皆さんどこにあるかわかりますか？意外にね、ピンポイントでどこって言われると、って考えちゃう方いらっしゃるんですね。まずね、ここね、腰骨。ここはわかりやすいですよね。ここね、腰骨。これは骨盤の骨です。これは股関節じゃない。ね。で、股関節はこうやって動くところ。前だとこのあたりですね。で、横から見るとね、骨盤の下のちょっと出っ張ってる骨触れるとこありますよね。ポコって触れるとこがある。これ大腿骨の大天子っていうところの骨なんですが、でそれから後ろはちょっとね、わかりやすい。わかりにくいかな。ね、後ろ股関節わかりにくい。お尻の筋肉いっぱいありますからね。大体このあたりが股関節で、ここから足の骨なわけです。でそれを動かしていくことで骨盤の中の血流が良くなりますね。で股関節が固まってくるといろいろ支障がきます。とても大事な関節なので人体に守られているわけなんですが、硬くなりやすいですよね。股関節の動きが悪いといろいろなところ、ね、筋肉でつながってたりとかしますからね、いろんな関節にも支障が来たりすることがあります。腰が痛いとか膝が痛いとか足首とか一見関係ないように見えてもみんなつながってますからね。股関節を動かしてお腹の中もしっかりと元気に血流よくしていきましょう。はい、じゃあ最初はね、早速いきます。足を伸ばして広めに足を開いたら手を使ってもいいので太ももの骨を動かしましょうか。こんな感じで中外中外。どのぐらい動きますか？引っかかったりするところはないですか？はい。じゃあ今度は右足だけ曲げて左足を伸ばしてはい、パタパタ左足を動かします。はい、それから少し膝を曲げてかかとで床を押しましょう。はい、手を前に置いて息を吸って吐きながら少しだけ前、はい、この状態でまた動かしてみましょうか。どのぐらい動きますか？その時にね、骨盤一緒に動いていかないように骨盤は締めますよ。骨盤は締めて足だけが動くように。はい、じゃあ伸ばしていきましょう。はい、今度は反対します。足を変えたら最初は動かすだけ。中外中外。お尻の筋肉も緩めるといいですね。
お尻の筋肉がね、キューッと縮んでいると足がどんどんこうなってきますから骨盤取られていきますね。はい。ではちょっと曲げて、かかとでマットを押して、手を前に。息を吸って、吐きながら、ちょっとだけ1、2センチでもいいです。ちょうどいいところ見つけたら、はい、動かしましょう。腰を締めながら。それから背中を丸くしないようにね、背中を伸ばしたまま行きましょうね。はい、股関節が動いてる感じあるかな。はい、それでは一回伸ばして、はい、両方曲げます。次に、もしブロックがあればブロックを挟みたいんですが、ブロックがなかったらクッションとか何でもいいです。クッションとか、そういうものを挟んで、ないよりいいですね。でもブロックの方がやりやすいから私はブロックを使います。はい、それではこの辺り持ちましょうか。足首あたりを持って、まずはかかととかかとまっすぐかどうか見てね、位置合ってるかどうか。それから恥骨、おへそ、鼻、センターラインずれてないかどうかよく観察しましょうね。はい、足首を持って、さあでは押し合いますよ。足押します。ブロックを押します。スクイーズします。息を吸って、胸を上げて、吐く息でまたかかとを押して、ブロックを押して。このあたりが使われてる感じありますか？はい、それから膝を上げていく。下っ腹が薄くなりますね。まだ押し続けてね。はい、緩めて。はい、一度力抜く。もう一度。息を吐きながら押します。ブロックを押します。息を吸って伸びて、はい、吐きながらまた押す。膝を上げる。ももの内側使う。小指側も押せてるかな？親指だけじゃなくてね、こっち側も、かかともね、全部押します。肋骨閉じて。はい。では緩めて。さあ、じゃあ足の裏くっつけてね。はい。少し揺らしていきましょう。パタパタパタ。はい。今度大きく上げたり下ろしたり、上げたり下ろしたり。下ろすときは力抜いちゃってね。はい。結構です。じゃあ一回閉じて、今度は足を体の幅よりも大きく開いていきます。で、こんな感じで、中、外、中、外。この内側に倒した足のももの外側を伸ばしていきましょうね。呼吸は自由に。はい。それでは右側に倒して、さらに太ももの外側を伸ばすような感じでお尻を上げていきます。左のお尻をちょっと上げて胸も上に上げていきましょう。はい。はい、じゃあ今度反対。左に倒したら、右のお尻ちょっと上げて。胸を上。この辺りが伸びてたらいいんですけど。はい、OK。さあ、今度はですね、うつ伏せになっていきます。はい、肘を曲げて、膝を曲げたら膝と膝くっつけますね。このまま左右にどうぞ。これはね、腰を緩める運動になるんですが、一回腰を緩めて。はい。じゃあ膝を伸ばして、はい、次に右足を90度横に曲げましょう。ちょうど腰の高さぐらいね。はい、曲げたら、まずは足をパタパタ動かしましょう。かかとを床から離したり。どのぐらい動きますか？はい、そしたら手で持って、手でサポートして、
さらに内側に。はい。では戻して、おでこをつけたら両手を胸の横につきましょう。息を吸いながら上半身を起こしてきて、左足の大腰筋のところが伸びてますね。はい。ではゆっくり戻りましょう。はい。足を戻したら反対しましょう。反対の足曲げて。はい。曲げたらパタパタ動かしてね。はい。はい。では手で持って。はい。持ったら内側に。痛くない程度にやってください。はい。それでは、90度にまた戻したら、両手を胸の横、息を吸いながら上半身を上げていきましょう。足のね、伸びてる方の足の鼠径部伸びてますね。はい、もう一呼吸。はい。では、ゆっくり戻していきましょう。はい、足を閉じて楽にします。はい、今度は両方曲げますよ。さあ、お尻上げちゃってね。お尻上げちゃっていいですから、はい、曲げてみましょう。このね、山の、これが高くてもいい。このぐらいでもいい。このぐらいでもいいし、行く人は行けるところまで。で、そしたら前後に上半身を動かしますね。この足は90度ぐらいですね。はい。では手をついて、はい、息を吸いながら上半身を起こしていきましょう。もしね、すごく痛かったら、やっぱりクッションか何かね、下に置いても構わないですから、痛くてね、息止まっちゃって我慢するのはあまり良くないから。さあ、では肘をついて、はい、足を伸ばしていきましょう。はい、一度力抜いて。はい。今度は仰向けになります。仰向けになったら、膝を立てて、右足を左足の上に乗せたら、左足で右足を動かす。この足を使います。はい。では、この中から手を入れて足を持っちゃいましょう。かけた足は、ここね、フレックスにしといてくださいね。かかとで膝を押せてるといい。今ね、右のお尻が伸びてますね。このあたりが伸びてるんですね。梨状筋のあたり。股関節を外に開く筋肉伸びてます。はい。では、そっと下ろして、はい。そのまま倒していきましょう。足の裏がペタッと床について。はい。吸いながら戻して。吐きながら足をほどきます。はい。今度は左足乗せたら、膝を横に開いて、かかとで足を押して、下の足で足を持ち上げていきますね。ここが伸びている。
そしたら中から手を入れて持っちゃいましょう。一呼吸。はい。それでは手を離したら右に倒していきます。この時膝がね、内側に入らないで立てておくといいですね。今はね、ここを伸ばしたいから。腰ではなくね。はい。では戻していきましょう。足をほどいて。はい。一度伸ばします。楽にしましょう。足をブラブラと揺らして。はい。膝を立てて、ハッピーベイビーのポーズをしましょう。はい。足の裏天井、膝を曲げて、足は開きます。開きすぎないように、足の裏が天井を向くようにして。はい。息を吐きながら、手で軽く下に引っ張ってきます。ちょうどすねが床と垂直になる感じですね。足の重さで膝のお皿が脇の下の方に降りてくる。顎を引いてね。このあたり伸びてますか？はい。ではコロンコロンと左右に優しく揺れて、はい。足裏をくっつけましょう。そのままかかとをお尻の方に下ろしてきて、一呼吸。はい。それでは足裏をついて伸ばしていきましょう。はい。それでは片足だけ内側に曲げていきましょう。足首はこういうふうに折らないで、まっすぐ伸ばして、足の裏が天井を向いているようにしましょうね。で、ここは、できればついていた方がベストですが、開いていても構わないです。あんまり今はこだわらない。はい、後ろに手をついて、肘をついて、ももの前を伸ばしていきましょう。これ足浮いてきちゃったら浮いてきちゃってでも構わないので、ここがね、伸びてればいいです。あとは、この姿勢がキープしてるの辛かったら寝ちゃってもいい。寝ちゃってもいいです。ももの前が伸びて、太ももの筋肉が伸びて、足首も伸びてですね。はい。それでは起きてきますよ。はい。手を使って起きてきて。はい。反対しましょう。反対の足を曲げて。はい。お尻をついてね。それから肘を後ろについて様子を見ましょう。足は楽に。寝た方が楽だったら寝ていく。はい。この時にかかとを手で引っ張ってあげると、ちょっと楽だったりしますね。肘をついている場合はあまり反り腰にはならないんですが、寝た場合、腰が反れてきますから、腰を閉じてお腹下に、おへそ下に、腰を反らないように気をつけましょうね。はい、それでは起きてきます。はい、手を使って起きてきて。足を戻しましょう。はい、股関節にフォーカスしたいくつかやっていきましたが、動きどうでしたか？左右差があるとは思いますが、股関節を動かすポーズ、エクササイズ、まだまだたくさんあるんですが、今日ご紹介した中から3つでも4つでもいいです。毎日ちょっとずつやっていくといいかなと思います。このもも周り、お尻周りの筋肉をほぐしながら、
股関節を動かしていくと、どんどん動きが回復してきますから、動きやすくなってくると思います。では毎日やってみてくださいね。それでは今日も良い一日を。いつもありがとうございます。Thank you for watching. Does it work well? See you next video. Bye bye.